思考実験シリーズ。今回は、哲学者ソール・クリプキが1982年に発表したウィトゲンシュタインのパラドックスに登場するクワス算について解説していくよ。クリプキのクワス算？ウィトゲンシュタインについての話なの？ただウィトゲンシュタインやクリプキについて全く知らないという人でも、クワス算の面白さがわかるように解説していくから、最後まで楽しんでいってね。まず、ウィトゲンシュタインについてだけど、オーストリアで生まれ、イギリスで活躍し、特に英米圏の分析哲学や言語哲学に大きな影響を与えたことから、20世紀最大の哲学者と呼ばれている。ウィトゲンシュタインの哲学は前期と後期で大きく変化していく。あまり正確な表現ではないけど、前期では主に論理学に代表される論理的な言語、後期では私たちが普段使用している日常言語についての考察が中心になっていくよ。前期の哲学は1921年に出版された論理哲学論考の中にまとめられている。語り得ぬものについては、沈黙しなければならない、という言葉で締めくくられていることで有名だけど、この前期の哲学は、主に論理実証主義という立場に影響を与えている。そして後期では、死後1953年に出版された哲学探求における哲学が有名だよ。私たちの言語の使い方を、ゲームに見立てる言語ゲームや家族的類似性、規則に従うこと、知的言語の不可能性、思考性など多くの魅力的な議論が展開されている。この後期の哲学は、主に日常言語学派に影響を与えている。その後の哲学全体に影響を与えているんだね。哲学自体もすごいけど、使う例も一つ一つ面白いんだよね。今回扱うのは、後期の哲学探求をめぐる議論なんだ。ソール・クリプキは、1982年にウィトゲンシュタインのパラドックスの中で、独自のウィトゲンシュタイン解釈を展開したんだ。ウィトゲンシュタインの哲学探求の138から242節は、規則、ルールに従うことについて扱っていて、その中で、規則はどうやって習得されるのか、や、規則に従って行動するとはどういうことか、が議論されている。規則？ここで念頭に置いているのは、言語を用いる規則だけど、ウィトゲンシュタインは、石板運びや、ボードゲームといった広い意味での規則を例にしている。そして、続く243節以降では私的言語の不可能性が論じられる。私的言語って？例えば痛みとか痒みといった感覚に基づく言葉だね。これらの言葉が意味しているのは実際に私が感じる痛みや痒みの感覚なわけだけど、ここで、マリサの言う痛みが私の言う痛みと同じ言葉なのか疑問が生じる。もしかして、マリサが言う痛みが意味する感覚は、私が痒みという感覚と同じかもしれない。そういう私だけに理解できる言語、私的言語は可能かどうかが議論され、最終的には不可能であると結論付けられる。この規則に従うことと私的言語の不可能性は通常、独立した議論として解釈されるんだけど、クリプキは、私的言語の不可能性の議論は、規則に従うことの部分の中ですでに論じられ始めているという新たな解釈を行うんだ。現在では、クリプキのこのウィトゲンシュタイン解釈は誤りであるというのが一般的な意見になっている。ただ、多くの哲学者がクリプキの議論の独創性に魅力を感じて、クリプキを現存する最高の哲学者と考える人も多い。そんな、最高の哲学者クリプキによるウィトゲンシュタイン解釈を、クリプケンシュタインと呼んだりもする。誤解だけど、支持されるってすごいね。哲学では新たな問いを立て、それに答えるということが大切になるから、誤読から独創的な問いが生まれる良い例だね。じゃあ、いよいよクリプケンシュタインのクワス算について話していこう。私たちが言語で何かを意味するということを考えるにあたって、クリプキは足し算を例に出す。言語の意味なのに足し算なの？x プラス y を計算するとは、プラス記号が何を意味するのか、その規則を理解し、従うことだよね？つまり、同様に言語で何かを意味するとは、その規則を理解し、従うことなんだよ。だから、その例として足し算を取り上げるんだ。なるほど。まず、私たちが今まで、加算の規則にのっとって足したことがある数は有限であることを前提にする。つまり、学校で足し算を覚えてから、たくさん足し算をしてきた人もいるし、少ない人もいるかもしれないけれど、誰一人存在する無限の数を全て足し算した人はいないよね。まあそうだよね。その上で、私たちは今まで、57以上の数の足し算を試みたことがないと仮定する。その場合、68足す57はいくつになるだろうか？125だね。ここで意味の懐疑主義者クリプケンシュタインが登場する。答えは5だよ。なんで？君たちがやった計算は、実際はクワス算だったんだ。クワス算？クワス算とは、x と y が共に57より小さい時に足し算と同じ結果になり、x と y いずれかが57以上の時に答えは5になるそういう計算なんだ。
そんなことあるわけないじゃん。ちゃんと足し算したよ。君たちは、今までに有限の数を足したことしかないよね。その場合、この計算が君の考える規則かクワスかは区別がつかないよね。クリプキは、この懐疑主義者への反論をいくつか検討しているから次にそれを見ていこう。まず一つ目の反論は、足し算の規則は、有限界の計算の実践によって学んだのではなく、加法関数の手順を学ぶことによって学んだのだというものだ。その手順とは、まず X 個のおはじきを用意する。次に、Y 個のおはじきを用意する。そして、すべてのおはじきを数える。その数が、X プラス Y の答えである。足し算を理解するとは、このような手順を学ぶことである。これなら計算したことのない数でも対応できそうだね。しかし、懐疑主義者はこう答える。加法関数の手順の中に登場する数えるは、実はクワゾエルである。クワゾエルの規則とは、X と Y が共に57より小さい時に数えると同じ結果になる。そして、X と Y いずれかが57以上の時に数えた数は5になる。あれまた同じパターンか。どうやら、この方法ではうまく反論できそうにないね。次の反論を見ていこう。足し算の規則は、イメージである。つまり、直感に基づき正しい答えを導ける。前に、足し算を行った時のイメージと同じことを繰り返せば、未知の計算も正しく行える。確かに、慣れてくると足し算の時にその過程を細かく意識しなくなるから、実際の状況とも合っていて今度はうまくいくんじゃない？しかし、懐疑論者はこう答える。同じことを繰り返すと言ったね。その同じこととは、実は同じことを意味する。同じことの規則とは、X と Y が共に57より小さい時に同じことをする。そして、X と Y いずれかが57以上の時にイメージされる答えは5になる。いくらでも言えそう。三つ目の反論は少し方向が違うものだよ。足し算を学ぶとは、X プラス Y を計算するとき、X と Y の和を答えるような傾向性を身につけることだ。傾向性？ある特定の対象に対して特定の行為を行うような、習慣とか、癖と言ってもいいかもね。そして、正しく、足し算を学んだ人は、68たす57に対して、125と答える傾向性を持っている。この傾向性は明らかに、クワス算とは異なる。もっと複雑な計算でもこういう傾向性を持てたら満点が連発できて嬉しいかも。今、マリサが言ったことが、そのまま懐疑論者の応答につながるんだ。足し算で1の桁の繰り上がりを忘れる人は、68たす57に対して、115と答える傾向性を持つ。これは、明らかに足し算を行っている上での誤りであるが、傾向性の理論では、これを足し算の誤りとして捉えることができなくなる。傾向性を持ち込むと、繰り上がりを忘れる人は、クワス算とはまた、別の関数に従っていることになってしまうよ。言い換えると、傾向性では、意味の規範性が説明できない。つまり、この人は足し算の規則に従っている、従っていないということを区別する規範が説明できなくなってしまうんだ。同じ結果でも、その人が足し算を間違えたのか、別の計算をしたのか区別ができなくなってしまうんだね。そして、懐疑論者は X と Y の組み合わせは無限にあるのに、それに対して傾向性を持つのはおかしいという点も指摘する。有限な脳に、無限な対象に対する傾向性が存在するとは考えづらいね。つまり、普通、傾向性はある特定の対象に対して形成されるものなんだ。犬が好きな人は、犬が好きという傾向性を持つ。犬もある意味いくらでもいない？ただ、犬というカテゴリーでは一つの対象だよね。それに対して、数は対象として無限にある。それらすべてに対して、特定の傾向性を持つというのは不可能なんだ。傾向性はその対象に対して、実際に足し算を行うなどの行為を伴うから、対象を無限として定義することも難しいんだ。この反論でもうまくいかないのか。クリプキはこのように、足し算の規則がクワス算である可能性を否定するのは難しいとした上で、このことをウィトゲンシュタインのパラドックスの説明として捉える。ウィトゲンシュタインのパラドックスは、哲学探求の201節に登場する。ちょっと引用するね。我々のパラドックスはこうであった。規則は行為の仕方を決定できない。なぜなら、いかなる行為の仕方もその規則と一致させることができるであろうから。この箇所が、ウィトゲンシュタインの規則のパラドックスと呼ばれる。そして、クリプキは、クワス算での議論を経て、このパラドックスを次のように理解する。X プラス Y を計算するとは、プラス記号が何を意味するのか、その規則を理解し、従うことだった。同様に、言語で何かを意味するとは、その規則を理解し、従うことである。しかし、プラス記号が、プラスを意味するのか、クワスを意味するのか、あるいは他の何かであるのかは確定できない。だとすると、規則というものはそもそも意味を持たない。
そのことから、言語で何かを意味することはできないということが導かれてしまう。それを言語で表現してるけどね。少しクリプ記の解決方法を紹介していこう。クリプ記は、規則の持つ規範性は存在すると正面から主張することはできないが、ある種の規範性は持ち得るという意味で、懐疑的な解決を主張する。規範性を正面から存在すると言えないのは、規則の持つ規範性は、心理条件、真や、偽。つまり、正しい、間違っているという条件では決められないからだ。だから、プラスが正しいか、間違っているのか、それともクワスが正しいか、間違っているのか、という議論は決着がつかない。ただ、規則の持つ規範性が受け入れられる場合の条件は示すことができる。例えば、私はプラス記号でプラスを意味している。という発言は、子供たちに算数を教える場合などには正当化される。これを保証された主張可能性という。子供がクワス算を始めたら、プラスでの計算を改めて教えるんだね。ただ、それは主張の真偽とは無関係だ。単に、教師がそう主張すべき立場にあるからだね。そして、足し算がクワス算かもしれないと主張して良いのは、その可能性を信じるに足る条件、正当化条件を持つ場合だけだ。つまり、何かの理由で、どうやらプラスの記号は、クワスと解釈すべきだとならない限りは、正当化されないんだ。クリプ記は、個人の内側だけで、規則の持つ規範性は維持できないけれど、それを保証された主張可能性や正当化条件といった共同体における一致に求めることで、解決しようとしたんだ。最後に、ソウル・アーロン・クリプ記について少し紹介するね。クリプ記は、1940年生まれのアメリカの哲学者論理学者で、現在はプリンストン大学名誉教授となっている。特に論理学の天才として有名で、10代の頃に、様相論理学の意味論の公理形の一つを体系化したことに始まり、可能世界意味論などの展開でも有名だね。可能世界意味論は、多世界解釈とか、パラレルワールドをめぐる議論でもよく話題になるよね。可能的、必然的といった要素を扱う様相論理学や可能世界意味論の面白さについても、今後の動画で紹介したいね。そして、主な著作に、固有名の固定指示についての連続講義をまとめた名指しと必然性と、今回取り上げたウィトゲンシュタインのパラドックスがある。ウィトゲンシュタインのパラドックスは原文で100ページほどのコンパクトな本なので、この動画を見て興味を持った方は、ぜひ手に取ってみてください。これは余談だけど、非凡なクリプ記の素顔を伝えるエピソードとして、クリプ記の業績を称える席で、ただ一人クリプ記だけが、何のための式典なのか理解していなくて、一番後ろの方の席に座ろうとしていたという逸話がある。哲学と論理学以外ではそういうお茶目な一面もあるんだね。天才クリプ記らしいエピソードだよね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。